この人が親戚ですよっていうことを意識づけ合う。そのことによって新たな関係がそこから生まれてくるんです。ペンネーム浜さん、36歳男性からいただいたご相談です。10月の下旬にいとこ、長男、長女、次女の3人のうちの長女が結婚することになりました。招待状も家族全員の名で来ておりました。しかし私はいとことあまり話したことがなく、小さい頃遊んだ思い出しかありません。そういったこともあり、付き合いが薄いのに結婚式に参加することに気が進みませんでした。ただ両親は参加するのが常識だと言いました。また、性も変わり、今後本当にいつ会えるかわからないし、もしかしたら会うことはないだろう。親戚に一番近いのが我々だし、ここは会うべきだ。どうしても行けないという理由があるなら正当な理由がいるとも言いました。会社が忙しいからとか、個人の都合とかではダメのようです。いとこって何なんでしょうね。私にはいとこの存在の意味がわかりません。単に両親の兄弟の子供だから関係ないとも思っています。ただ参加しないと気まずいというのはあるので、結局参加することになりましたが、どうも納得がいきません。なぜ行かなければならないのか理由を教えてほしいです。仏教の言葉の中に縁起という教えがあります。縁起、これは私たちはさまざまな関係を生きているという意味です。私という絶対的な存在というものはこの世の中に存在しないというのが仏教の科学的な分析です。私というものは常に誰かとの何かとの関係の中において存在する。それが仏教の存在論です。少し難しいものの言い方かもしれませんが、考えてみてください。もし浜さんが自分の自己紹介をしてくださいって言われたときに、浜さんはどう自分を紹介するでしょう。おそらく私の名前は何々タレベイで、そしてどこどこの会社に勤めて、どこどこの大学を出て、どこどこの学校を出て、そして趣味は何々で、子供は3人いて、乗っている車は何々で、休みの日はどういうことをしていて、と延々といろいろな説明を多分すると思うんですけど、それは何一つ浜さんという存在を証明するものではない。浜さんの関係を述べているだけということは分かりますか。私が私の自己紹介を簡単にしてみます。私は愛知県小牧市というところに540年続く福厳寺というお寺の第31代目の住職で、今私が語ったことは全部私と私のお寺の関係を話しているだけであって、私のことではない。私大愚現象という人間は、両親の間に生まれて3人兄弟の私次男なんですけど2番目で、さて今のフレーズもそうです。私のことではなくて私の外にあり、私と何かとの関係を語っているだけ。私が乗っている車は軽トラックで、軽トラックでというとちょっとかっこ悪いのです。仮にメルセデス・ベンツで、これもそう、私と関係ないです。私の持っているものを言っているだけ。
私の家内はどこどこで生まれてどこどこでこれもそう。私ではない私以外のものを話して。浜さん、自分の自己紹介を書いてみてください。おそらく10ページ分、原稿用紙10ページ分書こうが、30ページ分書こうが、100ページ分書こうが、1万ページ分書こうが、書いても書いてもそれは全て全部浜さん自身のことではなくて、浜さんと浜さんが作っている関係のことを書いているはずです。仏教ではこれを縁起と言います。人間は誰一人何一つ、それ単体で、それも一つで絶対的に存在しているというものはない。時々刻々と変化する時間の中をさまざまなものとの関係性を生きている。それが仏教での存在論です。ちょっと難しい話になったかもしれませんが、何が言いたいかというと、浜さんの問題は縁というものの中に自分が生きているんだということが分かっていないということ。私たちは生まれてからさまざまな縁に守られ、縁にそれを意識するしていないは別としても縁に育まれてきました。おぎゃーと生まれたらその両親との縁は血縁と言われます。そして生まれたその地域、大概はそこで育ち、そしてその地域の学校に行きます。その地域の幼稚園であったり保育園だったり学校に行く。そこでまた新たな関係ができるわけですね。その学校での関係、あるいは地域との関係、近所のおばさんであったり、ね、それを地域の関係のことを地縁と言います。学校へ行って友達ができたりすれば、それを学園と言ってもいいかもしれません。学ぶということをきっかけに、学校に行ったことをきっかけにできたさまざまなご縁。学校を卒業して今度会社に就職をすれば、その会社でまた新たな人間関係が会社のコミュニティの中でできます。これを社縁言ってもいいかもしれません。あまり意識してませんが、私たちは日本国というところに住んでますから、日本の国に対して税金を納め義務を果たすことによって国から守られてますね。海外に行くとパスポートっていうものがいかに重要か分かります。財布よりもパスポートです。パスポートがなければあなたはどこのタレベだっていうことを証明するものがないわけです。日本国によって担保されている。それがそのように私たちはそれを望んでいても望んでいなくてもさまざまな縁というものの中で生きているということ。今浜さんが今回ね、そのいとこの結婚式に出るか出ないか、これはもう結婚式これお答えしているタイミングで終わってしまっているのかもしれませんが、どうなさったか分かりませんが、同じようなお悩みを持ってらっしゃる方があればぜひ自分事として聞いていただきたいんですけれど、結婚式ということによって初めて自分にはいとこがいるということがよりはっきりしたわけです。小さい時遊んだ経験があるということなんですけど、これは一つの血縁です。で、浜さんの問題は縁というものをあまり認識していないというか、縁というものに私たちは生きているんだ、すべて縁という関係を生きているんだということを理解していない、ここが問題なんです。冠婚葬祭の時に親戚が集まる理由は冠婚葬祭なんです。だからなんです。裏を返せば冠婚葬祭でもなければ血縁関係にある人たちってあんまり集まらないですよね。家族だってそうです。下手すれば家族だって子供が自分の子供が自分と一緒にいるっていう年齢はもう10歳ぐらいまでじゃないですか。あと子供たちほとんど家にいないです。お父さんも子供たちも会社に勤めてみる人は家庭よりも外にいる時間の方が長いはずなんですよ。下手すればね。
ね、家にいる間ほとんど寝てますから。ですから実は私たちはその冠婚葬祭、お葬式であったりとか結婚式であったりという時に初めて、あ、この人がお父さんとお母さんの親戚なんだとか、血縁、こういうつながりがあるんだということを認識していくわけです。で、私お寺にいますでしょ。小さい時からずっとお寺に育ってます。で、このお寺にずっといて感じることは、お坊さんっていうのは面白い仕事なんですよ。で、お坊さんって面白い仕事で、何が面白いかって言ったら、人の亡くなった行事、人が亡くなったということに関する行事とかきっかけで皆さんと接するんですよ。今の現状を言うとね、お葬式があったとか法事があったとかお通夜があったとか、そういうきっかけで普段あまり菩提寺の住職としてあまり皆さんとね普段から関わりがそんなしょっちゅうあるわけじゃないですけど、そういった冠婚葬祭ということをきっかけに私は皆さん一般の家の人たちとお檀家さんたちといいますかね、会員さんたちと関わるので余計思うんですけど、このお坊さんがですね冠婚葬祭の時に出かけていって、特にお葬儀とか法事とかあった時に出かけていって、そして家っていうものを客観的に中に入り込んで見ることができるんです。そうですね、例えばお通夜に行く、お葬式に行く、法事に行く、そうすると普段お会いしたことがない、例えば梶田さんであれば梶田さんというお家の家のお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん孫たち親戚一同を介してみるわけです。そうするとその家というもののつながりというものがはっきり見えます。ああ、この親戚のおじさんとあまり良くないなとか、いろんなこと見えるわけです。でね、そうやってこれまで何千という家に上がり込んで見せていただくわけですよね。でそこでその家の状況とか、その家の関係っていうものをもう第三者として見るので、冷静にいろんなことが見えるんです、そこから。でね、確実に言えることは何かって言ったら、普段から交流があるとかないとか、そういうことではなく、家っていうもののつながり、ファミリーのつながりをたまに会った時、冠婚葬祭ぐらいの時しか会わないんですけど、でもたまに会った時にとても大切に、でもその縁を育もうとしている家というのは、家が栄えてます。そしてこの縁を普段会うことがね、うるせえ親戚のおじさんとかめんどくせえと思ってる、そういう家は繁栄しません。どっちかというと衰退していきます。これも間違いないです。私も何十年も見てますから不思議なんですけど、縁をブチ切りにする人というのはね、その縁が普段付き合いがあるとかないとかよく知ってるとかしてない、それはどっちでもいいんです。でも両親の兄弟、その兄弟、たまたま両親の兄弟であったという関係ができるわけです。この関係っていうものを、あ、お父さんの兄弟の子供なんだと、全く知らない人ではその段階でないんだと、全く関係ない人ではないんだ。血縁って濃いですからね、無意識の中で同じ DNA を受け継ぎ合ってるわけですから。でもね、それを意識づけ合う、この人が親戚ですよっていうことを意識づけ合う、そのことによって新たな関係がそこから生まれてくるんです。これをブチ切りに、自分からブチ切りにするっていうことは徳を損じます。これ決して日本だけに限らず世界中の家を見てても同じです。中国に行ってもイタリアに行ってもアメリカに行っても、アメリカ人なんか特にそうですね、すごく血縁を大事にしますよ。だってバラバラに新天地に渡ってきた人たちなので、余計ファミリーっていうものをものすごく大事にします。アメリカにおいてクリスマスは大切ですよね。なぜですか。ファミリーがみんな何をおいても集まってきて、自分たちの関係性っていうものを確認し合うんです。結婚式に行ったらわかると思います。親族紹介っていうのがありますよね。結婚式において親族の役割は何か。結婚する本人がただハッピーっていうだけじゃないんですよ。結婚式をやるという理由は、その結婚式において、これが新郎のおばです、新郎のおじです、紹介して挨拶するわけじゃないですか。あれが大事なんです。人間は一人で生きていくことはできません。人と人との関係において生きていく、そういう存在です。
人と人との関係において初めて生きていくことができる存在なんです。ですからそれがどんなご縁であれ、縁あった人を大切にしていく、縁のあった人を大切にしていく、これが幸せになっていく人の生き方です。多くの人との関係というものを持とうと思ったら、自分のわがままも抑えなければいけない。他の人の話も上手に聞いてあげなきゃいけない。そして他の人が喜んでもらえるような発言もしなければいけない。もうめんどくさいですよ。大変ですよ。でもそれが関係です。でもそうやって関係を、より良い関係を自分の周りにいろいろと築いていくっていうことが上手な人は、必ずビジネスもうまくいきます。そうですよね。ビジネスとも人様との関係づくりです。家庭もうまくいきます。そうですよね。私が言いたいことは何か、処方箋は何かというと、ぜひその結婚式にどうしても行けないという理由があるんだったら別。どうしても行きたくないという理由があるんだったら、それもまた一項だと思いますが、特に関係を感じないからといって行かないというのは、これ人間のご縁を自分からブチ切りにしているという、私から言えば自分で自分から自分の徳を損じている行為だと言わざるを得ないです。もったいない。私たちは今日本でね、とても平和な時代を生きてます。でもどこで震災が起きるかわからない、戦争が起きるかわからない、こういった時に縁をぶち切りにしてきた人っていうのは、人から助けられることがありません。それは歴史が証明しています。でもそれが血縁であれ、地縁であれ、学縁であれ、社縁であれ、どんなものであってもいい、そういう関係を大切にしてきた人は、もし何かいざことが起きた時に、必ず自分が大切にしてきたご縁から助けられます。お寺にいると本当にそのことを感じます。私も何度もそういう話してるから、ひょっとしたらご存知かもしれませんが、私はお寺で育ちました。この福厳寺というお寺で育ちました。でも思春期において、自分の進路を選択していく時期において、自分が絶対になりたくないものがあったんです。それはお坊さんです。お寺に絶対に戻ってきたくなかった。だから外へ出て行っていろいろなことをやりましたよ。いろんなことをやりました。でも行った先々で縁というものの力を感じざるを得なかったっていう出来事、その縁に助けられたって、ものすごくたくさんの縁に助けられました。私も昔若き頃は縁というものをうざったく感じてね、親の縁、友達の縁、学校の縁、先生の縁、とにかくね、私若い頃誰も知らないところに行きたかったんです。小さい時からお寺の子って言って、お寺の子だから勉強もできなければいけない、お寺の子だから素行も良くなければいけない、お寺の子なのにこれをやってるの、お寺の子なのにそんな髪の毛伸ばしてるのとか、もうどうでもいいことまでいろんなことをいろんな人が言うんですよ。狭い地域ですから。それが嫌でしょうがなかった。だからそれ全部切って、誰も私のことを知らない土地に行って、宇宙にまで行って、誰も知らないところで生きていきたいっていうことを思春期の時ずっと思ってました。だから外国まで飛び出していって、よそでいろんなね、誰も知らないところで誰にも何も言わずに一人で出て行って、自分一人で生きようと思ってました。でも出て行った先で、自分が育ってきたさまざまな縁にこんなにも助けられて私は今まで生きてたのかということを思い知った出来事がとにかくたくさんあったんです。例えば私東京に出て行って大学に出て行った時にね、とてもお金がなかったり、それから自分が学校の勉強っていうものがつまらなかったり、何をしていいかわからないって迷ってた時期があったんです。でその時にたまたまね、授業をふらふらといろんな授業、他の学部の授業とかまで出て、なんか自分が興味を惹かれることを探してた時期があったんですけど、
その時期にですね、ある先生の講義が面白いと思ってその先生のところに出かけていったんです。でそしたらその先生とお話しして、先生の講義すごく面白かったのでっていうことで、ちょっとお話しさせていただいて、そうしたらね、その先生は、私の師匠が昔東京で駒澤大学の、先生をしてた時期があるんですけど、講師をしてた時期がある。その時に私の師匠の授業を取ってた人だったんですよ。その人が今教授になっておられたんです。それでね、ああ息子さんでしたかって言われて、本当に先生にはいろいろお世話になりましたっていうことでね、もうなんかものすごい喜んでいただいて、ここへ来てまで親父の師匠の影響があるんだっていうことでびっくりしたんですけど、その先生からこういう研究会に出てみなさいとか、なんかその先生から電話がかかってきてね、アパートに。で今日何やってるんだと、もし時間があればお昼に私の研究室に来なさいって言って呼んでいただいて行って、そしてカツ丼ごちそうになったりとか、なんかものすごくその先生からいろんなヒントをいただいたり、その先生に自分の担当教授、そのゼミの担当教授には聞けないことを相談させてもらったり教えてもらったり、なんか本当に可愛がっていただいたっていう思いがあったり、でもとにかくそれもね、私が絶対逃れたいと思ってた師匠の縁というか親の縁というか、そういうものから逃れたはずなのに、その先にかつて何十年前に師匠が作った縁に助けられたっていう一つの例なんですけど、もう本当にね、世の中どんどん出ていけば出ていくほど、そういったどこでどういうご縁に自分が助けられるのかわからないっていうことがね、本当にたくさんあるんです。ですからこれは何かそういった研究があるわけじゃないんですけど、これまでの私の人生経験も含めて、それからまた僧侶という立場で多くの家というものを見て、家の繁栄交流、それからいろんな人生というものをやっぱりお寺にいると見させていただけるんです。この福厳寺のお檀家さんというか会員さんの中には、日本の長者番付に載っているような大富豪の家もあれば、某〇〇組系の裏社会の人のお檀家様であります。でもそういったいろんな家、いろんな人生、いろんな人間ドラマっていうものを見せていただく中で、確実に共通して言えることがある。それは自分のいただいた縁というものを自分から何かの致し方ない理由があってであれば、それは仕方がないと思うんです。でもそうでなく、自分からよく知らないという理由だけで自分から縁を切っていく、そういう生き方をしている人が将来において得をすることはない。それは事実です。なのでぜひね、なんかいとこの結婚式なんてよく知らないのになんでって言うんですけど、行ってみたらそこでね、昔懐かしき遊んだ時のことを思い出を思ってくれたりね、逆に小さい時自分が忘れてしまったような姿とかね、こうじゃないって、昔こうだったじゃない、こんなところあったじゃないって言って、昔俺そんなんだったかなっていうことを教えていただいたり、あるいはそういったところでまたいろんな関係ができて、そして自分の子供を助けてもらったり、逆に自分の子供がいざという時にそちらを助けたり、どこでどういう縁があるか分かんないんですよ。それを自分から切っていくっていうことはもったいないっていうことです。ね。ですからどうかね、これは何かそういう科学的な根拠があるわけじゃないんですけども、私のこれまでの経験から言わせていただくと、縁をぶち切りにして生きるという生き方に、自分から縁を切っていくという生き方に幸せな喜びがあるかって言ったらそうではないということ。だからどうかね、冠婚葬祭があるから血縁というものを改めて認識するんです。ですからどうかこのきっかけに、ご両親の話に乗ってね、常識だとか常識じゃないとかっていう話ではなくて、やっぱりそこへご両親のね、
なんでかわからないけど親戚なんだからっていうそこの言葉に乗ってぜひのこのこ出かけてってみてください。そしておめでとうって拍手してみてください。きっとそういった中で血のつながっているこういうご縁が自分にもあるんだっていうことが悪いことじゃないって思えると、そういう体験がきっとできると思います。いとこに限らず親戚に限らず、自分が放っておいたって一りぼっちの自分が何かでいただいたご縁がある。このご縁を大切にする生き方をする人の方が人生は幸せになっていくというのがこの世の法則のようです。どうぞご縁を大事に生きていく、自分からぶち切りにしない、その方が得のある生き方ができるということを知っていただきたいと思います。頑張っていとこの結婚式祝福してあげてください。